こんにちは、みすずです。今日はお砂糖なし、小麦粉なし、米粉なしで作るかぼちゃとヨーグルトのチーズケーキ風をご紹介します。水切りヨーグルトがクリームチーズ代わり、粉なしの低糖質なヨーグルトケーキです。材料はこちら。甘いケーキがお好きな方はお砂糖をお好みで30から 40g ほど加えてあげてください。かぼちゃ、ヨーグルト、生クリームすべて同量で混ぜていきます。ヨーグルトの代わりにクリームチーズを使う場合も同じグラム数にしてあげてください。またアーモンドパウダーの代わりに、大豆粉やおからパウダー、ココナッツパウダーなど使ってもらっても作れますが、アーモンドパウダーよりもお水を吸うので分量ちょっと減らして大さじ2から大さじ3ぐらいで様子を見てあげてください。また代わりに薄力粉や米粉やコーンスターチなど加えてもらっても作れますよ。その方がしっかりとしたケーキになります。では作り方です。まずは水切りヨーグルトを作りましょう。ざるに厚手のペーパーを敷き込んでおきます。市販の水切りヨーグルト、ギリシャヨーグルトなどですね、使う場合はこの工程は不要です。市販品使ってあげた方がしっかりと水が切れてるので美味しいケーキになりますよ。自分で作る場合は水切りを良くするために塩を1つまみ加えてもらってペーパーの中に入れます。水の入った容器を重し代わりにしてこの上に乗せて冷蔵庫で一晩置きましょう。急いでいる場合は半日ぐらいから様子を見てあげてください。でも一晩しっかり置いてあげた方がしっかりと水が切れます。かぼちゃを切りましょう。かぼちゃは4分の1個 400g 使っていきます。適当なサイズにカットして茹でていきましょう。厚手の小鍋に入れてもらいます。皮を下にして重ならないように並べ入れます。これはストーブ鍋の 18cm のものを使ってます。お塩を1つまみほど加えて水を 50cc 加えたら蓋をして火にかけます。弱め中火にかけてもらって蒸気が上がってきたらごく弱火にして 7,8 分。かぼちゃのサイズによっても変わりますが火が通るまで茹でてあげてください。その間に型にオーブンシートを敷き込みます。15センチの丸型、底のくっついたものを使ってますが底が取れるタイプでも使えます。底取れの型を使う場合は焼くとき下にトレーなど敷いてあげてくださいね。オーブンシートを型よりも長めにカットしてまず底の部分を取ります。そこに合わせてぐるっと線を引いてもらってキッチンバサミでちょきちょきカットしましょう。次に残った部分を使って側面を取ります。側面よりも1センチほど長めにカットしてハサミで切ります。さらに下の部分を1センチ折ります。ぐるっと円形の部分にうまく沿わせるために斜めに切り込みを入れていきましょう。こうすると側面くるっと沿いやすくなります。もう1枚同様に取ります。同じように下を1センチほど切って斜めに切り込みを入れて型に敷き込みましょう。側面を敷き込んでから最後に底の生地を入れます。これで出来上がりです。ヨーグルトを取り出しましょう。一晩置いてもらって水が切れたら取り出して計量します。だいたい400から 450g ぐらいのヨーグルトで160から 150g ぐらい取れます。出てきた水分はホエーなので飲んでもよし、パン作りなどに使ってもよし、あまり日持ちはしないので早めに利用してあげてください。かぼちゃを取り出します。茹でたかぼちゃを取り出して皮を外しましょう。お好みで皮付きのまま使ってもらっても OK です。それだとオレンジ色が少しくすむのとところどころに緑色が入るような感じになります。お好みでどうぞ。こちらをボウルに移動します。2切れほど飾り用に残しておきます。熱いうちに潰します。マッシャーを使って全体を潰してあげましょう。このまま使ってもいいのですが、それだと大きいところちっちゃいところとゴロゴロ違いがあるのでこし器を通してあげると全体が滑らかに均一になります。この工程面倒だったらやらなくても大丈夫です。こし器を通す場合は熱いうちに行ってください。大きめのボウルにこし器を乗せてその中に潰したかぼちゃを入れてゴムベラもしくは木べらでゴシゴシと通してあげます。
最後に古式の裏側にくっついたものも落とします。この状態で計量します。今回は 400g のかぼちゃから 200g 裏ごししたかぼちゃが取れました。なので水切りヨーグルトに合わせて 160g 計量しています。水切りヨーグルトも 160g です。お湯を沸かします。今回はオーブンの天板にお湯を注いだ湯煎焼きをしていきたいので、やかんにたっぷりのお湯を沸かしておいてください。またオーブンは天板を入れた状態で170度に予熱します。では混ぜていきましょう。材料をすべてただただ混ぜるだけです。なのでミキサーに全部を入れてもらって一度にガーッと混ぜてもらっても作れます。私はミキサーを洗うのが面倒なのでハンドミキサーで混ぜて作るのが好きです。まずヨーグルトとかぼちゃをよく混ぜます。お砂糖を加える場合はここで加えて一緒に混ぜ込んであげてください。均一に混ざったら生クリーム。一度に入れちゃうと液体のビシャビシャと固体のかぼちゃなので混ざるのにちょっと時間かかるので 2,3 回に分けて生クリームを注ぎ入れてその都度混ぜてあげるときれいに混ざりますよ。ミキサーで作る場合は気にせず全部一度に入れて混ぜちゃってください。また生クリームは動物性のものを使っています。最後の生クリームが入りました。ハンドミキサーで混ぜてるとボウルの底や側面に混ぜ残しが結構できるので途中でゴムベラできれいにお掃除してあげると均一に混ざります。こんな感じですね。側面のへばりつきや底にくっついたやつとかをちょっと外してあげると均一になりやすいですよ。卵を加えて混ぜます。丁寧に作るなら別の器で卵を溶いてから加えてあげてください。最後にアーモンドパウダーを加えてこちらも均一になるまで混ぜ込みます。これも丁寧に作るならアーモンドパウダーはざるで一度こしてダマダマを取ってから加えてあげてください。でもいきなりハンドミキサーで混ぜてもらっても混ざります。全部入ったら生地の出来上がりです。もうほんとただただ混ぜるだけです。また水切りヨーグルトの代わりにクリームチーズを使う場合ですがクリームチーズの方がギュッと硬いのでまず最初にチーズだけでしっかりとハンドミキサーでほぐし混ぜてから残りの材料を混ぜてあげるとダマが残らないですよ。結構クリームチーズのダマダマが最後まで残っちゃったりすることがあるので注意して最初にしっかりほぐしてあげてください。出来上がった生地を型に流し入れます。これはシフォンケーキなどとは違ってできた生地を急いで焼かなきゃっていうものでもないので、のんびり入れてもらって大丈夫です。空気抜きしていきましょう。型の下にダスターを敷いてトントントンと中に入った空気を抜きます。この状態で天板にお湯を注いで170度のオーブンで10分その後で160度に下げて1時間焼いてあげてください。焼き上がったら竹串チェックして取り出します。焼いてる間かなり型より飛び出て膨らむのですが小麦粉など入ってないので焼き上がるとしぼみます。ちょっとね側面1箇所だけしぼみ損ねてしまって斜めに今回なっちゃいました。焼きたては熱いのとあとすごく崩れやすい。このケーキかなりふわふわやわやわしているので完全に冷めるまではいじらないようにしてあげてください。ボウルをかぶせて乾燥しないようにして冷まします。冷めたら型から取り出してお皿にのせてラップをかけて冷蔵庫に入れます。1、2日置いてあげてください。チーズケーキは一晩寝かせると馴染んで美味しくなるってよく言われますがお砂糖なしケーキの場合味が馴染むのに2日ほどかかります。翌日でも美味しいのですが2日待ってあげるとより全体が馴染みますよ。こんな感じで今回はちょっとだけいびつな仕上がりになっちゃいました。お好きなサイズにカットして召し上がってください。焼きたてはかなりやわやわでほんと崩れやすいんですけれどもしっかり冷蔵庫で冷やしてもらうとある程度しっかりします。では飾り用の生クリームを泡立てます。上にちょろっと乗っけるだけなのでスプーンですくえてポタッと垂らせる程度の柔らかさまで立ててもらえば OK です。動物性生クリーム 50cc をバーミックスでガーッと泡立ててます。バーミックスで泡立てるとほんとすぐ泡立っちゃうので立てすぎだけ注意してあげてください。
ケーキをお皿に盛って生クリームを真ん中にこんもりと乗っけます。このクリームも甘いのがお好きな方はお砂糖を加えて泡立ててあげてくださいね。飾り用に残しておいたかぼちゃをトッピングしてミントの葉を添えます。これで出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はお砂糖なし、小麦粉なし、米粉なしで作るかぼちゃとヨーグルトのチーズケーキ風をご紹介しました。お砂糖なしなので使うかぼちゃがしっかり甘いかどうかで仕上がりがかなり左右されてしまいます。甘い美味しいかぼちゃを使ってあげてくださいね。また水切りヨーグルトも使うメーカーによって結構味に差が出てくるので、お好きなヨーグルトを見つけてあげてください。市販のギリシャヨーグルトを使ってあげるとギュギュッと水切りされてるので、水切りヨーグルトを作る手間もかからないし、濃厚で美味しいチーズケーキ風ケーキが作れますよ。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。また過去動画でかぼちゃとクリームチーズを使ったチーズケーキもあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。粉なしなので罪悪感なく朝ごはん代わりに使ったり、ダイエット中のおやつなどにも向きますよ。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。